こんにちは、あいです。なんかいつもと違うオープニングです。実はジャックさんお仕事が忙しいらしく、今回メインナビを任されてしまいまして、ちょっとドキドキしながらメインナビを務めさせていただきます。で、ちょっと硬いかな。少しゆるーく進行させていただきますね。相棒はもちろん。はいはい、ヒューマンモードミミだよ。この姿にもすっかり慣れて元気いっぱいよ。よろー。今回は CCA のダイナミックドライバーモデル GRA ね。これ1500円ぐらいで買えるんだね。デザインも新しい感じでいいね。いいよね。シルバーとブラックがあるけど買ったのはシルバーね。暗号金と樹脂でこういうデザインは面白いしかっこいいな。加工技術が上がってるみたいでデザイナーの無茶ぶりに応えてるって感じね。欲しいな。愛ってさ、すぐ買いたくなるよね。いっぱい持ってるんでしょ。でも1500円だよ。音気に入ったら買っといてもいいと思わない？そうね、悩むほどでもないか。こないだレビューしたイヤーフックの CCA-BTX と組み合わせると6000円ぐらいでワイヤレスイヤホンになるわけね。有線でもワイヤレスでも使えるから、この選択肢もありね。後半でもうちょっと深掘りしよう。そうね。ハイポリマーダイヤフラム、ニュージェネレーションヘビーベースダイナミックだって、ダイナミックドライバー1機のシンプルなモデルも振動板は肝だから改良を重ねてるって感じね。まあこういうの、あんまり真に受けない方がいいよ。とにかく聞いてみなきゃわかんないんだから。とはいえ、低価格でも欲しくなるデザインとか、振動板のブラッシュアップは嬉しいね。振動板かなり薄く仕上がってるのね。ルビジウムマグネットって強力で効率的なんだって。ドライバーを小さくまとめるのに有効そうだし、出力は性能を左右するみたいだから、早く音聞いてみたいね。だよね。もう音質比較動画いっちゃおうか。一応装着の写真あるから、それ見てからね。あ、そうだった。形が KZ や CCA の低価格モデルによく見られる感じのものだから、装着感について特に気をつけることはないんだけど、一応写真で雰囲気をつかんでもらえればと思うの。ステムは最近細めのタイプで樹脂製ね。イヤピもそれに合わせて内径 3.8mm ぐらいのが合うかな。手持ちだとダンジチム TAPB やセドナイヤーフィットビビットとかクリスタルの内径は合うね。ファイナル E タイプだとちょっと緩めだけど使えることは使えるわ。じゃあ音質比較動画ね。今回は KZ の同価格帯のモデル DDX Pro と比較してみました。ではどうぞ。まず CRA の単体波形からいきます。低域は 50Hz あたりをピークに結構強めに見えるけど、聞いた印象はそこまでではなかったかな。毎回波形は L と R を測定し、差分がほとんどないのを確認後、L の波形を表示して進行しています。ですが今回は珍しく波形に差が出て、こんな感じになりました。結構差が出たね。いつもなら返品してるんじゃない？そうね。でもエントリーモデルだし、中国へ返品交換するのも面倒なので、今回はこれでいくってジャックさん言ってたわ。そっか、まあ妥当な選択だね。だから今回は波形を足して平均化したブルーの波形で進行するわ。左右差がなければ CRA の低域はきっとこんな感じなのよね。時々こういう左右差のある個体に遭遇するけどしょうがないわね。さて、波形が落ち着いたところで高低のバランスを見てみるとわずかに低域の方が強そうですが、この帯域 4.5kHz のピークも効いていて、聞いた感じは結構広域が明るく少し強め、ボーカルの視察音がちょっときつめに感じました。ブラッシュアップした振動板ルミジウムマグネットの進化は発揮できてるのかな。 8kHz 付近はしっかり出て広域の抜けはいいです。高低のバランスよく中域の減衰は少なめですが、濃厚な質感ではなく全体
体的にカラッと明るい感じです。イヤピカファイナル E タイプ以外のものだとさらに広域が強い傾向に乗りますね。例えばこんな感じです。このチャンネルでは初登場となるイヤピでミソティコの2種類です。以前コメント欄で教えていただいたものです。ミックス460は耳に触れる部分はシリコンで内側が低反発素材です。低域が少し弱く見えますが同音感への収まりがちょっと悪かったせいかもしれません。聴覚上は低域の量感がちょっとだけ減った感じはしましたが、このタイプなかなかいいかも。もう一つの方は TWS 用のようですが、ソニーのいくつかのモデルに合わせているようです。特性はご覧の通りで、広域がファイナル E タイプに比べ明るくなる傾向です。いずれもパリで購入したものなので説明欄にリンクを貼っておきます。よかったらチェックしてみてください。音質比較動画で登場した EDX プロとの波形比較ね。どちらも1000円台、ダイナミックドライバー1機と構成も同じね。デザインもどっちもイケてるからどっちか迷うと思うのね。でもこうして見ると違いははっきりしてる。この帯域が欲しければ EDX プロを、もっとすっきり聞きたければ CRA をでいいんじゃないかな。EDX プロの方が濃密に感じるわね。メロディーがピアノ、サックスだったりボーカルだとスッと前に出てくる感じ。でもまあ好みの問題だからどっちが正解ってことではないのよね。低価格モデルだし両方あってもいいと思うの。それからもう一つ、ZEX プロね。価格帯もドライバー構成も違うけど 500Hz 以上のカーブの傾向が似てるから重ねてみたよ。もう一回 EDX プロも重ねると CRA は 500Hz ぐらいまでのカーブは EDX プロ2で、そこから 4kHz ぐらいまでの帯域は ZEX プロ2な感じね。8kHz 付近のピークは2モデルの中間的な出方だけど 10kHz 以上では一番減衰幅が少ないからトータルでの広域の印象が明るく感じるわ。最後に前回の動画でレビューした CCA-BTX で無線化した場合についてです。有線接続時との波形変化もほぼないですね。聞いた感じも CRA の特徴が損なわれることなく明るく軽めのサウンドは健在です。ホワイトノイズは曲間では少し感じますが愛は気にならないレベルです。低価格エントリーモデルですが音が滲むような感じもせず細かい音も聞こえ空間も広く感じます。波形って見るより重心が高く軽めの質感ですが約1500円ということを考えると特に気になるところもなくコスパよく音質が好みの傾向なら買いのモデルだと思います。 CCA のダイナミックドライバーモデルでは木製シェルの CST も明るくはっきりした音でしたがこの CRA もそういう系統の音に思えます。いろいろなモデルを聞いてみて KZ に比べ全体的に少し明るめの音質を狙ったのが CCA な気がします。ということで低価格ダイナミックドライバーモデル CCA、CRA のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形と言葉で表現します。チャンネル登録よろしくねー。